チェキラードデュートンです。今回はね、クランリング最終日やっていきたいと思います。タウンホール17のね、最初のクランリーグがこれで終わりましたというところでね、44点フィニッシュというところで、トータル見ていきますか。ということで、371点獲得ということで、チャンピオンズリーグ2から1へ昇格という形ですね。まあ、2とはいえ、なんか相手もしっかりね、タウンホール17で揃った対戦相手しか今回はね、出なかったっていうところで、やっぱ、新タウンホールが出たことによってみんな上げてるっていうのがね、嬉しいことですね。成績的には、パーフェクトが半分、5人か。1、2、3、4、5人。パーフェクトで、続いて星20が12人というところすごいね。12人目までは全員ワンミスというような形でというような流れでしたと。はい。早速やっていきましょう。さあ、学。もうね、こういうの大好物だからね、この編成。タウンホールが真ん中にあるタイプの、回廊陣みたいな配置は結構ね、このスーパードラゴン強くてですね。さあ、ローぶっ飛ばしていきます。あんま見ないよね、今。こいつこの距離で、そういう向きね。おもろい音するな、これ。ヒーラーが。6時にバーバリアンからのシューター来てます。こう射抜かれてますが、それは許容して、ここで回収を入れていきました。エビドラカット。ポールブレーカーの音は上。これで両サイドカットをして、上側からスーパードラゴン入れていくというような形ですね。いや、これ強いね。アーチャーとか置いときたいな、横。さあ、始まりました。いや、強いよ、これ。シュータールート防衛施設ほぼないな、これも。6時が。で、ここそうですね。前も紹介したかなと思うんですけど、ガーゴイルプリンスの能力少しずらしてトームという形で、スーパードラゴン出てきましたね、防衛ングは。この形強いんよな。で、タウンホールポイズンなくなったからより強いな、これ。ポイズンないならこの手の配置って弱いんじゃないかな。タウンホールポイズンと高火力施設で潰すみたいな配置だったんで、もう気づけばなんもないっすね、これ。回廊、なんか防衛施設の数がやっぱ減ってるから、外側がスッカスカになっちゃうな。これ真ん中にこうやって防衛施設置きすぎると。いや、これもう、強すぎるね。ぶっ刺さり。回廊配置に、めっちゃ強いな。回廊弱いのかもね、環境的には。さあ、2人目もスーパードラゴン、スミス、リターン型の、ガクと同じような形を取りそうですね。ジャイアントアロー1戦。タウンホールぶち当てても全然 OK なのがね、今のタウンホールの環境いいっすね。しっかりここはレイジまで。ポイズンタワー据えるいいバルーンじゃないそれ。増えませんでしたと。はい。追読だったんでね、ワンチャン刺してもよかったかもしれないけど。スーパードラゴン回収してバルーン1体だけ刺すとかも面白いかもしれないけど。そこまでしてポイズンタワーの解除しに行かなくてもええんかっていう感じかな。どうせトムツしね。そうだね、戻っちゃうから内側にね、右に回ってほしいためのスーパードラゴン始めなきゃいけなくて、しっかりね、キャンプとかも削れたので戻ってくれました。さあ、レイジ置いて、ここもスーパードラゴン出てきてます。防衛援軍。いやー、一瞬で解けたね。すごいな。で、ここいいね。ガゴプリの能力解放で、相手のガゴプリの火力も抑えつつ、タウンホールの方。モノリスの方はちょっと落ちずが。クイーンの方もね、ちょっと外周部落ちちゃいましたね。もうレイジがもう尽きてるので、延命の呪文っていうのがなかなかなかったと。で、中央ここは、ギガボムヒットしつつ、裏向いてるんで、頑張れ。だが、フリーズかけていきます。そうなると、あとは、この残った部隊と、ロイヤルチャンピオンで回収をしていくんですけど、スーパードラゴン自体は結構残ってそうですね、これ。
まあ、ただね、ずーっとこの裏側に当たり続けるのが嫌なんだよな。龍炎砲が。ってなると、ロイちゃんは多分裏から刺すことになるんだけど、まあ、ジャイタテからのロイちゃんとかになるのかな。うん、ヒーラー引っ張ってしっかり確保して、あ、スケルトンあるのか。手がまだ1名あったんですね。で、このマルチアーチャータワーのターゲットはしっかり分散していきたいので、ウィザード打たれちゃう。で、ロイちゃん能力発動。ベビドラサイドカットもあったので、スーパードラゴンもしっかり戻していって、ここいいですね。ポイズンタワー帰ってくる前のフリーズ、いいと思います。裏ユニット回収して、前回 GG。リンカーンさん、そうですね。編成はドラゴンになったというような形で、ドラゴンラッシュ。アロー1戦。まあ、中心ドラゴン進めていくような形かな。ちょっと外周部、スーパーじゃねえや。ホーミングヒットしつつ、どういう間違いって感じだけど。さあ、トームかけていきます。レイジと。広げていく。で、クイーンの方しっかり見えてますね、これ。クイーンはね、もうクロークがないんでね、能力割いた後なんでね、死んだら死んじゃうんですよ、クイーンって。クロークあると1回まで死ねるみたいな感覚なんだけど、1回も死ねないんでね、この HP 管理大事です。さあ、ガーゴイルプリンスは中央能力書いて、ダウンフォールの方までドラゴンは伸びてくれましたと。中心貫きたい。ナイスフェニックス。フェニックス偉い。で、クイーンの方、レイジ追加していく判断。フリーズ一発とロイちゃん、ウォールブレーカーがあるという状況なんで、まあ、6時側の方はもうドラゴン部隊になんとかしてもらうというようなプランでいく形になりそうかな。ってなると、ウォールブレーカープラスのロイちゃんをウィズ島とかに出すのかな、3時。で、ゴリ押し突破が一番いい形じゃないかなと思いますね。もう追加で出してくるんだ。このウィズ島からロイちゃん合わせて合流してとかでも。まあ、形としてはそんな変わんないんだけど。お、そっか、ブーメラン型。さあ、フリーズ残しておいたところはここに咲いて、ナイス旋回。GG。さあ、カズマくん、なんかまた、昔ながら感のある配置ですが、ファイヤーボールドッカーン。やばすぎでしょ、これ。まあ、おそらくこのテスラでファイヤーボールをね、狙った人をはめようみたいなテスラだったと思うんですけど、全然関係なかったですね。ボロ儲けですね。特大アドバンテージになっただけです。グランジオまで潰せてるからね、これ。美味しすぎる。超絶美味しいな、これ。あ、いいね、赤枠も。めちゃめちゃ見えた。で、しっかりヒーラーを展開。爆撃はウォールブレーカーでタゲスってからのアーチャー。多分ちょっとタイミング的に間に合わなかったんでしょうね。うまいね、ここも。一回ウォールブレーカーでワンクッションで時間作って。多分タップの場所が間に合わなかったんじゃないかな。あ、テスラチェックの方で使ったのか、これ。そういうことだ。テスラチェック兼のウォールブレーカーだじゃん。うまいね、それ。もう一回5を真ん中打ちたいね、これ。もう一回打たしてほしい、これ。いいね、安いから俺んだもん。ホーミングチェックのバルも通してるし。ちょっと痛いな、ギガボムそれ。インブから入りたい、これは。おー、ギリギリ。ナイス。もう、ウォーデンとシューターだけで、かなり削れてますよ。で、ここはインビア。耐えられず。リカバリーでキングを真ん中ぶち込む方で考えていきましたかね。
ウェイク使って穴開け、ここにクイーンまで。もうリカバリーでも2ヒーロー内側に入れていくようなやり方にすると。外周部そうすると、アイゴレからのルートライダーバルキリー、ロイヤルチャンピオンも上から使っていきます。シューターから出たバルキリーたちも6時が駆け上がってますね。お、強いね、これ。全然余裕だ。全然余裕だ。クイーンも能力残ってるんで。めちゃめちゃ余裕だ。すんごいな。ユニットの物量すごい最後。圧倒的。これプラン通りだったらやばかったな。今のウォーデン落ちなかったら、キングクイーンとか別で使う予定だったんですかね。超絶余裕すぎたんじゃないかな、きっと。さあ、水さん、ルートライダー編成で、ヒーラーが4体入ってるっていうちょっと変わった形。ここもキングのためのサイドカットを入れて、ポイズンター、ヒョイからのキング能力発動。サイドカットになっていきましたと。キングトーカーを9時に置いてウォールブレーカーつけて穴開け。この12時から1時の区画の方までを綺麗にカットしていることで、ルートライダーはストレートに進んでいきますよ、みたいな感じですかね。ドルイドじゃなくてヒーラーを使っていくっていうのはね、最後までちょっと生き残ってほしいみたいなところもあると思うんで。さあ、ロイヤルチャンピオンも内側入れてます。さあ、ここでトームですね。タウンホール爆破がないので、爆破のタイミングよりちょっと遅らせて内側の火力の高いところでトーム打てるのもね、やっぱ、タウンホール17っぽいトームの打ち方ですね。ナイスだね。で、裏の火力の高いところにはオーバーグローをかけて、ヒールをたくさん、ヒーラーでね、つけていくような形。スーパードラゴンがちょっと強かったけど、ポイズンリザードが処理をしてくれました。オーバーグローまだあるやん。お、すごい。もう、大外3時にかけていく。で、ロイヤルチャンピオンは、ここで能力を発動して、残ってるのはこの辺だけですね。ルートライダーがすごいね、もうヒーラーついてるから、無限に。で、ここはクイーンの方もヒーラーを増やしていって、これはなんかね、お出ヒーを誘ったとかそういうような感じなのかな。なんかそんな感じの配置がちょこちょこ見受けられますね。星さんスパネク、誰かがこれ、水さんだっけ ?12 時お出ヒーのスーパーネクロで前回撮ってた回がありましたね。多分同じような形じゃないかな。5で打って、オデヒーでタウンホールまで拾ってから、中心部ルートライダーじゃないや。スパネクっていうような形になりそうですかね。はい、ファイヤーボール。これが強い。キングの方もガーで簡単に処理をして。ここはタウンホールまで拾わずに、バネクで拾っていくような形になりました。クイーンにはクイーンも当てて、ここからも、タウンホールを処理する方よりも呪文とね、時間が圧倒的にこっちの方が短く済むというところ、タウンホールも触れるようなジャンプを今回は打っていって、クイーンもね、一個内側ね、外周じゃなくて内側を通す。外周の中の内側みたいな感じで。クエイクブーツでクイーンも合流できるようになりましたね。援軍はドラゴンというところで、スーパーネクロしっかり対応してほしい。レイジフリーズとか結構打って良さそうだけど、タウンホール。レイジフ、一発。うん。クイーンはここで能力発動。フリーズとか結構ここ温存するんですね。前も結構試してた印象がある。さあ、6時ウォールブレーカーつけて、東海弊社ペッカも内側しっかり触れるようにして、裏からロイヤルチャンピオン、フリーズもしっかり余っている状況。余裕っすね。結構余力ありますね。タウンホールじゃ削んない方が確かに強いのかもしんない。こんなに綺麗にいくなら。どっちもね、いいルートになってるんだな。やったーくんもヒーラーの入ったルートライダー編成というところで、今これが流行ってるのかな。
ドルイドよりもヒーラーの方が評価されてるってことなのかな。やっぱドルイドは途中で回復できなくなっちゃうっていうデメリットがありますからね、明確に。12時キング、6時の、7時、8時の方は、境界弊社。中央貫いてというような形になります。ナイストーム。いやー、クイーンギリギリ HP。中央みんなでびっくりボム食らって、オーバーグローはここレイジータワーが発動してから、ロイヤルチャンピオン6時能力発動、外周部はスーパーバーバリアンで削りを入れて、クイーンの方は能力発動、レイジフリーズが残ってある状況で、レイジタワーのね、残りガニは一発ぐらいあればいいかなぐらいの感覚かな。強いねー。タウンホール16で一番みんなが練習した、プロ選手がみんな練習したこの戦術っていうところで、しっかりもう身についてますね、みんな。黒のルートライダーみんなうまいもんな、これ。バーサス。出たー。あれコマくん、ドラゴンになってる。ライドラじゃなくてドラゴンになってますね。超絶タウン孤立配置。タウンホールは呪文、これインブタワーとか結構置いてたりするんだけど、両サイドに置いていくタイプの配置ですね。ってなるともう突撃艦ポンだね。タウンバックはないからバルーンがワンチャン全施設を狙える可能性があるぐらいのね、トラップ次第だけど、ジャイアントアローだけ飛ばして、インビジューターの解除もできている。ドラゴンパートスタート。いってらっしゃい、突撃艦。ナイストーム。手前、おー、しっかりトルネードヒットしていきました。なんだこれ。何に反応してんだ。陸の援軍とか陸助とか出てる。そんな入ってなさそうだったけどな、その時まだ。中央もちろんかけていきます、レイジで。これ中央突破できちゃうもんな、それ。あんまかないとやっぱ、中央孤立の配置こうやって簡単に突破できちゃうね。6時ロイヤルチャンピオンクイーンへのサポートストライカーキングに当てたい。気づけない。ストライカー今来ます。ちょっと落ちそうかな。ボールブレーカープラスフリーズ使って、ナイス。いや、余力もいいね。ガイドラからドラゴンドラへ。まあ、いろいろ、ね、ドラ系でも試してるのかもしれないですね。チャーサンルートライダーは、こちらはドルイド型というところで、まあ、ヒーラー使ってる人と、ドルイド使ってる人と、面白いですね。ヒーラーの方はね、ホーミングチェックのバルーンとかね、ヒーラー以外のものもちょっと必要になったりはするんだけど、まあ、その分終盤まで生き残ると、ずっと回復ができるんでね、上振れもでかいですからね。ロイヤルチャンピオンも一緒に入れていく形のルートライダー、真ん中の方へ進めていきます。タウンホールの方でみんなびっくりして、クイーンの方は9時まで行きましたが落とされました。第1クロス。さあ、ここ、フリーズかけて、オーバーグローも一応あるはあるんですけど、裏側そこですか。なるほど。かけていきました。ロイヤルチャンピオンも落とされていく。あとはユニットの数で押していくような形になるんですが、スケルトンプラスの、バーバリアンとバルキリとスパホグのね、中身で、相手のクイーンは勝利ができまして、役もついてますね、今回は。穴開け特化型のパーティーになっています。おー。すんごい数飛んできた。で、みんなで戻っていってのナイス展開ですね。
やっぱ人によってその辺変わってくるの面白いね。おお、さっきのバックワード配置だ。ここはクイラバ選択、オガヨッチさん。キングをこの区画、火力の高いところぶち込んでいくような使い方ですが、相手のヒーロー反応したかなと思ったけど、しなかったんだ。来ました。HP のあるうちにガントレット。潰せ潰せ。強い。ガントレットもね、こうして強いっすからね、ちゃんと。火力の高いところ一区画をしっかり取ってくれるっていう。で、ヒーロー処理までやってくれるっていうのが、レイジガントレット。全然強いよね、これも。クイヒーってなると、穴開いちゃいけなかったりするからね、逆に。クエイクブーツとかで。ウォールブレーカーの誘導したいのに、穴開いてるせいでウォールブレーカーがそっちに行きませんとか。そういうこともあったりするしね。ここはランチャー採用です。ちょっと早めに入れておかないと、これ、ポイズン、じゃあインビジブルターの発動とかもあるんで。そうそうそう、ここでクイーンがちゃんと。そうなんだよね。ちょっと遅かったね。施設がないので流れます。ちょっと早めにしたかったな、これ。てか、キング伸びすぎじゃね？気づいたんだけど、まだ生きてる、この人。むしろでもこれ、中身で落とせるワンチャン。で、ウォールブレーカーも届かなかったんだ。12時。トリプルイエティ。みんなでびっくりして、タウンホール突破。しかもここ、タウンポイズン受けないんで、なんかもうちょい伸びそう。イエーイ。第1クロスまで折れた。強いな、それ。早く出しとくか、後に出しとくか、すると、どっちにしろ上振れた感じだな、きっと今の。早く出したらプラン通り進めるし、後出しだとそれはそれで、ダメージ受けずに。まあ、ちょっと今と似たような感じになったかな。そっか、タウンキットとかないから同じかじゃあ。わあ、ちょっとだるいな、そのとね。ヘイストかけて、トームかけていきます。で、この遅れバルーンがね、中心向かってくるようなプランになっているので、エアスイうざいな、それ。はいはいはい。今回ね、ロイちゃんをサイドカットとして使用してるので、回収はこのクイーンとバルーンでやりますなきゃいけないので、はい。このライフオーラいいね。ヒーリングトーム型じゃないんだけど、HP が高いっすね。ナイス展開。さらにアロメライドラッシュ。中央も外もチェインは結構入りそうなところはありますが、対空砲も内側に置いてあるというところでね。チェインで勝手に折れるといいなっていうような感じですかね。6時シューターめっちゃ強そう。竜が背中向けてます。竜というより亀だよね、これもうね。亀です、これ亀。見て。反対サイド、クイーンをジャイアントアローとともにスタートして、穴開けするかなと思ったけど、しないですね。ないから。ないからしないですね。そういう穴開けするか。した方が強そうだなっていう思ったんで、したいなと思ったんだけど。クエイクブーツでの穴開けですね。強いよ、これ、シューターは。クイーンもキングもこれ、そのままね、放置して落としていきましたね。そっちからなんだ。もういかにもこっちから行きますみたいなサイドカットして。ヒーローパート、そういう感じなんだ。へえ。シングルは危ねえ。さあ、あとは、アンホルモノリスフリーズを、ナイス。この対空砲ちょっとうざい。この対空砲やっぱ内側ドラゴン対策でこの対空砲うざいんよ。ナイス。一発撃ってくれた。で、心イヤルチャンピオン裏から能力発動で、スパガゴいいっすね。真ん中マルチも HP が削れてるのでワンパン。透析機の方も HP がちょっと削れている。ナイス。
バス。さあ、ヒルさん。ファイボ型のロケバル編成で、シューター3じゃめちゃくちゃ強いね、それ。インビジブルから入って、保存していきます、レイジの方。一瞬ね、レイジ自体がピクってしたんでね、解除されたらだるかったね。どうせ5を打つから。さあ、ここ火力上がりますが、ターゲット取ってるのはアングリージェリー。トゥントゥンからのファイヤーボールドッカンナイス。アンジシューターもいいですね。ファイバの方にね、あんまり呪文咲きすぎない方がいいですからね。この、お出費をやっぱ延命しなきゃいけないので。上からベビドラ来ました。バルキリーからのウォールブレーカー使って、アイゴレ、キング、クイーンと。うん。これね、いいですね。広く視野持ってやんなきゃいけない。お出品の方にもしっかりレイジ置いて、ストライカーも出たい。で、キングの方も、クイーンの方もね、ちょっとしっかり、いいですね。フリーズ咲いて。シューターもね、シューターは放置してて OK なんだけど、たまにどうなってるかなって確認するぐらいで。いいね。キングのサッカーボールがドッカン入って、シングル IT もロイヤルチャンピオンと一緒に追ってくれて、かなり多方面から削りを入れてる。いい流れじゃないですか。あとロケバルが大量にいるんで、一旦これは対空砲とマルチアーチャーターを落として、空に対応できない施設を作り出すっていうのがいいかな。裏もしっかり削って、はい、いいですね。で、ロイヤルチャンピオンも終点で合流。クイーンも能力配放して、ナイス。ロイヤルチャンピオンフェニックス型。これいいアタックっすね。今回のリーグ見てて一番良かったんじゃないかな。ヒルさんで。ナイス展開です。さあ、ニャロメ。ニャロメのアタックもなかなかちょっと。それで言うとそうか。ニャロメのアタックって、ファイボロケバルなのか。ちょっと違うけどね、これはね。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメラン使って、ロケットスピアまずはダメージ入れていきます。さあ、ちょっと、ロケスピはリクスケルトンのせいでだいぶされちゃったかな。さあ、ここで能力発動。空だけ反応するかな。おー、なんかすんげえの来た。美味しい、美味しい、美味しい。ああ。いいフリーズだね。事故らないように安全に。1枠で安全が変えます。この当たり方ならなんとかなったかなよりではあるけど、事故んないの結構大事なんで。すごい浅いところにレイジ打って、もうキングクイーン早く行きなさいみたいなルートですね。で、クエイクブーツ、穴も開けつつ、ユニコーンにもね、しっかりレイジが乗って、ここもう一度ヒールじゃないや、レイジかけて、ヒーラーとかも乗るような場所。シューターでクロスボウまで燃焼で燃えました。お出費まだちゃんと生き残ってるね、6時。やっぱ火力の高いところ突破して、火力の低いところにね、すんなり進めてるのもいいですね。あとはロイヤルチャンピオン次第って感じかな。ロケバルサシーの、インブをクイーンに打つか、ロイちゃんに刺すか、どっちでしょうみたいな感じだと思うんだけど、これは、
受けましたね。はい、ここでクイーンに打って、オデヒーも合流、ロイヤルチャンピオンも合流。ロイちゃん一生リクスケ捕まってんな。はい、あとは大量のユニット残して回収で全開です。細かいユニット毎回残ってるね。結構、細かく余力がある、いつも。なんか、詰将棋みたいなやり方だね。さあ、僕が、今回これがラストアタックになるんですけど、ライドラッシュです。まずはね、この迫撃砲とシューターのバトルを。これが終われば OK と。もう前も言ったんですけど、このタウンホールに、ね、向いてない安いのこの形、だいたいタウンホールから行けば取れるから、これ。だいたいこれ取れるから。ジャイアントロー一戦。こっちの角度じゃないと当てづらいっていうところでね、クイーンはこっちサイドですね。反対サイドからちょっと、この金山エリポンの角度的に対空砲2本狙いづらいんで。で、ライドラパートスタート。バルーンとかもね、タイミングずらしてちょこちょこ出してあげることでね、ホーミングチェックの最初の舞台と2段目のチェックとかずらして打ってるような感じですかね。もうマジでタウン爆破かのようなタイミングで打ってるんだけど、ワンチャンもうちょい貯めれた説。でもタイミング的にはそんなに悪くないかなって思ってます、自分では。はい、中心部戻りのところ。ここはね、ちょっとこのライドラに頑張ってもらう必要があるので。で、クイーンの方もね、シングル IT 捕まったんで、竜炎ホースね、こっちがもうどうしようもないんで、まあ見捨てるかってところで、ライドラのためだけの呪文を打ってあげる。っていうのの、あれでもう完全に真ん中ね、貫通してもらって、で、ガーゴイルプリンスのね、向きだけ、もうちょいこっち向けってよ。ね、ずーっとこっちって思いながら持ってたところ、しっかり向いてくれたところで能力発動して、あとはロイヤルチャンピオンと残ったユニットで終了っていうような状況ですね。竜炎砲がね、端っこにもあるにもかかわらず、後ろに背を向けてるんで、これ。もう排水の陣みたいな竜炎砲なんで、こいつ。排水すぎるでしょ、こんな端っこに。で、回収して全開。で、そう、このね、余力ね。この具だった後のドラゴンの残り量っていうのが結構ライドラ多いっていうのが強い。はい、というわけで、今回でクランリーグのアタックは全部見終わったような形になります。いい展開が多かったですね。僕は一応ライドラだけでやってて、ライドラやってる人他にも何人かいたけど、ちょっと最後ドラゴンに転向してる人がいたりとか、逆にルートライダーからドラゴン行ったり、スーパーネクロからね、ルートライダー行ったりとか、ちょこちょこ編成を変えてる人たちもいる中、そのまま変えずにやってる人たちもいるとか、過去の動画とか見渡して、なんか一人に注目して見てみるっていうのも面白いかもしれないですね。星さんだったらね、星さんだけ見て、星さんのスパネクの共通点を探してみるとか、なんか、そういう見方すると勉強になるかもしれないですね。バックだったらね、スーパードラゴンの形とか、それだけをね、7本、もう一回見直してみるとか、とっても勉強になると思います。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、これからしないです。また次の動画でしました。